電気自住職三木大雲です。本日も、早速ですけども怪談説法を始めさせていただきます。お寺にいますとですね、急に夜遅くにお電話いただくことがあるんですよ。で、大体こう急な夜の電話っていうと、誰かがお亡くなりになられただとか、あるいはちょっと急を要する用事っていうのが多いんですけれども、これもね、お電話いただいた時が多分ね、夜の8時ぐらいだったと思うんです。で、電話出ますとね、私の知り合いの不動産業者さんからのお電話でして、ほんで「もしもし三木住職ですか?」っておっしゃるんで「はいはい、誠に申し訳ないんですけど、今すぐ〇〇にあるマンションまで来ていただけませんか?」こんなお電話だったんですね。で、私詳しく内容を聞かずに「もうすぐに行きます」って言って電話を切りしたんです。で、これなぜ何も聞かずに私が「すぐ行きます」って返答したかって言いますと、大体こう不動産屋さんが某マンションまで来てくださいっていうのをこんな時間に電話くださるってことは、ちょっとご不幸なことがあったんだろうなと思って私すぐ行ったんですね。で、そのマンションの近くまで行きますと、今までの経験からすると何かあれば必ずパトカーとか消防車救急車が来てるもんなんですけども、近くまで行っても一台も止まってないんですね。で、私そのマンションの下まで行きますと、その電話をくださった不動産屋さんの方が一人でお待ちになってられて「三木住職ちょっとこっちへ来てください」で、私車を止めて行きますと「今からね8階に行ってください」で、そこで詳しい話を聞いてくださいということで「私帰ります」って言って帰られるんですよ。で「私一人で行って大丈夫なんですか?」って言ったら「あとはもう上で聞いてください」って言って帰っていかれまして、ほんで私エレベーターに乗ってで8階行ったんですね。で、この8階っていうのがですね、ワンフロア全部がその方のお家なんです。ですからバブルの頃に買ったっておっしゃってましたけども、何億もするようなマンションなんでしょうね。で、エレベーターを出ますともうそこが玄関になってまして、でまたそこでピンポンを押して入れていただきまして、でその方っていうのが実は宝石商の方なんですね。で、この宝石商の社長さんのご自宅だったんですけども、もう年にして70少し超えたぐらいの男性の方だったんですけども、その男性の方がね「いや実はね、この年まで一度もお化けを見たことなかったんです。でもやっぱりね、お化けっているんですね」そんな話されるんですよ。で、それまではずっとお化けを語る人とかお化けを見たっていう人はもううさんくさいし、なんか怪しい人だから全くそういう人を信じてなかったそうなんですけども、この男性がある時お化けを見たっていうんです。70を超えてからですよ。で、どんなお化けですかお聞きしますと、いわゆるその家っていうのはキッチンカウンターのようなものがありまして、その台所に面して机があるんですけど、その上にですね、宝石屋さんなんで指のサイズを測るなんか器具が置いてあったり、あるいは宝石の粒が置いてあったり、いろんなものがずっとそのカウンターの上に乗ってたんですよ。で、その男性が夜寝てますと台所の方から何か音がする。で、その男性何の音かなと思って見に行くと、小さな子供がね、そのカウンターのところに手を伸ばして上にあるものを取ってるんですって。で、取っては指につけてる。で、この子供誰と思って思わずその男性が誰って声をかけたそうなんです。そうするとその女の子ふっと消えて、今まで手に持ってた指輪が床に散らばったそうなんですよ。で、あれおかしいな、ちょっと寝ぼけてたかなと思ってそのまま寝て、朝起きてみるとやっぱり下にいくつか指輪が折ってたそうなんですね。で、それを元に戻して、もしかするとちょっとなんか疲れてたのかもしれん。で、次の日も寝てましたら夜中にまたキッチンの方で音がする。見に行くとやっぱり昨夜見た女の子が指輪をつけて嬉しそうにこうやって見てるそうなんですよ。で、今までお化けというものを全然信じてなかったので、本当かな、疲れて幻覚を見てるかなと思って冷静にずっとその女の子を見てたそうなんですけども、明らかに電気は切れて真っ暗な部屋で女の子一人が指輪をつけてる。足もある。
髪の毛も動くと揺れる。いや明らかにこれはそこに女の子がいるとしか思えないと思って少し近づいたらその女の子がパッと気づいてまたふっと消えたんですって。間違いなくこれがお化けか。今まで自分は見たことがなかったから信用できなかったんですけれども、やっぱりこの世にお化けっているんですね。そんな話をその男性からお聞きしましてね、ああそうでしたかそうでしたか、じゃあ分かりましたということでお経を読ませていただきますということで、お経を読もう、どこで読もうかなと思ったんですけど、そのご家庭にはお仏壇もありませんでしたんで、ちょっと窓の方に向かってお水をお供えしてお経を私読み始めたんですね。で南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経お経を唱えながら、お坊さんがお経を唱えてる姿を皆さん法事とかお葬式で見られたと思うんですけど、お坊さんあれ何を考えながらねお経を読んでるかって言いますと、大体この場合ですと、ここにいる女の子もしいるんならここの方が怖がってるからどっかへ行ってなというふうにして、そういう思いを思いながらお経を読むんですね。で南無妙法蓮華経ってやってると、お経を読んでる私の後ろではっっていうなんか声がする。で私もびっくりしましてね、思わずなんか後ろで男性の驚くような声がしたなと思いながら、お経をあげ終わって振り返りますと、その男性が「いやいやさすが三木住職ですね。お経をあげていただいた最中私思わずびっくりして声を出しました」。この声の主はその男性だったんですね。でそうかそうか、この男性だったんかと思って「何かあったんですか?」ってお聞きしますと「いやお経をあげてくださってる最中白い煙が窓から出ていった。三木住職も見られましたよね」って言われて「ごめんなさい、私お経をあげてる最中目つぶってたんであれですけども、もしかすると女の子が出て行ってくれたのかもしれませんね」っていうことでよかったよかったということで帰ったんですね。でお寺へ帰って数日しましてからまた夜の8時頃にこの不動産屋さんからお電話いただきましてね「三木住職でまた何かあったんですか?」お聞きすると「この間行っていただいたマンションね、またそこで待ってるんで今すぐ来ていただけますか?」おっしゃるんで「分かりました」電話を切って私すぐマンションへ行ったんですよ。で今回何があったんですか、まだやっぱり8階の女の子は現れますか、そんなお話をすると、その不動産屋さんが「いやいや違うんですよ、次4階行っていただけませんか?」とおっしゃるんですね。で私その話をそこで聞いてねふと思い出したんです。私前回8階に来た時にエレベーターに乗りますね。でエレベーターの扉がうーっと閉まる。でさようならいうことで8階の方とお別れしてエレベーターに乗ってずーっと8階からエレベーター下がっていくと、ちょうど6階ぐらいでね少しエレベーターの速度がゆっくりになって4階通り過ぎる時にエレベーターに乗りますとなんか窓みたいなのがついてますけど、その窓のずっと見てますと4階のフロアが見えた時にそこで小さな女の子が手を振ってたんですよ。もしかすると私がこの階にいたらダメだよって言ったので、その女の子4階に引っ越してたのかもしれないと思って「じゃあ分かりました、すぐに4階に行かせていただきます」ということで私またエレベーターに乗りまして4階行ったんですね。でこの4階のご家庭も全く部屋の作りは一緒でして、カウンターキッチンのようなものがあって、でそこも男性お一人でお暮らしだったんですけど、この男性っていうのが歯科医師の先生だったんですね。でカウンターの上には指輪ではなくって歯の型を取る器具がずっと並んでるんですよ。でこれ何かっていうと、印象っていう呼び方するそうなんですけども、歯の形を取ったりあるいは差し歯のようなものを作るものが並んでたりして、で見るとね少しちょっと気味悪いんですよ。なんか歯が折ってますからこんな歯がこんな感じでできるんですねなんて説明を受けてると、その男性が「いや実はですね、私今までお化けを見たことがなかったんで心霊っていうものをあまり信じたことがなかったんですけども、実は私最近見たんです」っておっしゃるんですよ。でそこでもう私全て話が分かりまして、もしかすると小さな女の子が夜中にこのカウンターのところに手を伸ばしてなんか印象を見たりして遊んでませんか。そう言いますとその男性が
さすが三木住職そんなことまで分かるんですねっておっしゃられたんですけど、いやいやいや、まあまあちょっとね8階の女の子がここへ来ただけですんで、分かりました。なんとなく私も責任感じましてね。で今度はまたここもお仏壇がなかったので窓の方に向かってお経を唱え始めた。で今度は南無妙法蓮華経って言いながら、ここにいたらこの家の人がびっくりするから出て行ってって言うとまた他の階へ行ってしまいますから、私はお経を唱えながらね、しかるべき死者の行く場所へ行っていただくか、あるいはまあそれが嫌ならお寺についてきなさい、そんなことを思いながらお経を唱えたんです。でお経を唱え終わってまたじゃあこれで失礼します。で玄関のところでその男性が「いやおそらくこれでもう三木住職私大丈夫だと思うんです」おっしゃるんです。そうですか、すっきりされましたかってお聞きすると、いやお経をあげてる最中に窓から白い光がパッと出ていったっておっしゃるんですよ。でそうですか、それはよかったよかったっていうことで私エレベーターに乗ってまた帰るわけですけども、女の子がもし白い光となって窓から出ていったとしたら今度はどこへ行ったのかなと考えながらエレベーターに乗って、でもしねまたエレベーターの窓を見てるとどっかで女の子が手を振ってるかもしれん。でまたそれを見るのもなんとなくあれなんで下を向きながら私乗ってたんですね、エレベーターに。でエレベーターがずっと下がり始める。やがてこのエレベーターがずっと下がり始めたら近くでまたねゆっくりになるんですよ。であれまた止まるなと思ってたらガーンエレベーターが止まりまして、スーッと開くんですよ。今度は前回開かへんかったのになと思いながらね、もしかすると女の子が乗ってくるのかな、今何階なのかなと思って気になってね、表示板を見ましたら1のところに明かりがついてた。要するにもう1階についてたんですよ。でよかったよかった、自分が1階押したんで1階の扉が開いて、じゃあこれで帰ろうと思って気づいたんですけども、エレベーターの中にある表示板の隣にね液晶のテレビ画面があるんですよ。でこんなところに液晶のテレビ画面がついてるんだなと思って見てた防犯のためでしょうね、エレベーターの中の私の姿が映ってるんです。でよく見ると私の後ろにねなんか映ってるんですよ。でちょっと動いて見ると本当に私の腰のあたりにね女の子がこうしてもたれかかるようにして私にくっついてるんです。でもしかするとこのマンションにいる女の子がついてこいって言ったから私についてきたんだと思ってどうしよう一瞬思ったんです。一瞬怖かったんですけどね。でも私がついてこいって言いましたから振り返って見ますとそこには誰もいないんです。でもおそらく見えないだけで女の子がいるんだろうなと思って、もし一緒にお寺についてきたかったらついておいでって言ってそのまま私車に乗り込みまして、でお寺に向かって車を発進させたんですね。で車で一人で乗ってますと夜のことですからね、なんとなく女の子が一緒に乗ってきたんではないかなと思ってちょっと怖くなりましてね、お坊さんでこんな霊を怖がったらいかんのですけども、でもなんとなくちょっとねお寺に帰る前にどっか明るいところへ寄りたいなと思ったんですよ。でその明るいところがどこかっていうとガソリンスタンドがあったんです。ガソリンスタンドはもう明るくされてますからね。でちょっと帰りガソリンスタンドに寄ってからお寺へ戻ろうと思ってガソリンスタンド寄ったんです。ですいませんガソリン満タンでお願いします。ではいって入れてくださってる。でお兄さんがずっとガソリンを入れながらね、たまにこうチラチラね車の中を見られるんですね。でなんか車の中を覗いてなんで覗いてられるのかなと思ってなんかありましたかって言うと、いやいや後ろに乗ってられる女の子がいるんでって言って私の車の後部座席に手を振ってられるんですよ。もちろん私の車には私以外誰も乗ってないんですけれども、どうやらその方には見えたんでしょうね。でこのガソリンスタンドの方怖がらせるといけないんでちょっと私の娘なんですなんてことを言いながらガソリンを入れていただいてお金を払ってお寺へ戻ったんです。このお寺へ戻ってから今現在に至るまでこの女の子はお寺に今一緒に暮らしてるんですよ。でなぜそんなことが言えるかって言いますと、勝手にトイレの電気がついたり、あるいは子どもの笑い声が聞こえたりで、今では襖に手形がついたり、要するにその女の子が私はいるよっていうアピールをいまだにし続けるんですね。
例えばお風呂へ入ってるとすりガラシのところに手をバンとやってびっくりさせたり、で私がね「こらびっくりさせたらあかんよ」って注意するとね、それからピタッとそれなくなるんです。であるいはトイレの電気がパッとついたりするんですね。でトイレ電気消してや後でって言うとね、ちゃんと消えるんですよ。だからその女の子と今ではもう会話ができるような状態なんですけども、たまに困った時にはトイレを中から鍵が閉められまして、私が行こうとすると誰かが入ってる状態になるんで「開けて開けて」って言うとね、カチャッと鍵が開くんです。信じられないような話なんですけれども、いまだにお寺にはその女の子がいてくれるんですね。でこの女の子お寺で何してるかって言いますと、座敷わらしって言いますね。で私はこの女の子がもう今座敷わらしのようにお寺のことを手伝ってくれてるんです。そんなふうに思うんですね。なぜかって言いますと、一度実は蓮久寺っていうのは私が入ってそのマンションの女の子と暮らし始めてからしばらくして、お寺の法要に使う時に炭っていうのがあるんですけどね、お焼香する時に乗せる炭に火をつけて、でもう弟子がつけてくれてたんで、なんかこれつけたけどいらんかったなと思って、私ねまだ火がついてないと思って前机っていうのが本堂にあるんですけど、その前机の上に置いて法要を始めたんです。で法要終わって私すぐにちょっと他へ出かけなくちゃいけなくて出かけたんですね。お寺誰もいなかったんですよ、人が。で帰ってきたらもう焦げ臭い匂いがもうすごいするんですよ。でこの焦げ臭さなんやろうと思って慌てて私匂いのする元へ行くと、本堂が煙でいっぱいだったんです。要するにぼやですよね。火は出てなかったんですけど、でどこが火元かなっていうと、前机についた炭がどうやら火がついてたんですね。ゆっくりと前机が燃えて、もう炭のようになってたんですよ。で誰がこの火を消してくれたのかっていうと、近くに小さなコップが折ってまして、そこら辺水浸しになってたんです。でご近所さんがあまりに焦げ臭いんで、実は何度かお寺に覗きに来てくださってたんです。でご近所さんにお聞きしますと、小さな子供さんが中でキャッキャ言いながら何かしてたから、誰かと一緒に遊んでるんだなと思って私帰ったんですけど、いやあまりに焦げ臭いからなと思って心配して何度か見たんですよってご近所の方にお聞きしたんですけど、もしかすると近くに折ってたコップとか水とかっていうのを見ると、その女の子がどうやら火を消してくれたんでしょうね。でこんな話をいろんなところでしますと、遠くからでも座敷わらしに会いたいって言ってお寺に来てくださる方がたまに写真を撮られて、そうするとねそこにやっぱり女の子が写ってたりするんです。であるいは来られたお参りの方でも全くこの話を知らない方が来られても、さっきなんかお墓で小さな女の子が一人遊んでましたけどあれ誰ですかって言われて、でまさかお化けだとは言えないので近所の女の子ですとかって言って怖がらせないように言うようにはしてるんですけども、でこの話をしますとね、たまに私言われるんですけど、ミキさんのところにいるその女の子は成仏してないんですかって言われるんです。これね、成仏不成仏っていうと何が成仏で何が不成仏なのか、仏教では実は成仏っていうのは仏になる、悟りを開くという意味なので、浮かばれてる浮かばれてないという意味では元来は使わないんですけれども、今は一般的にそう言いますんでそういう表現させていただきますけども、この女の子はじゃあ成仏してないからこの世にとどまってるのかって言いますと、私そうではないと思うんですね。この子にとってはこの世でお寺にいることが楽しいから、これはこれでこの子にとって成仏なんですよね。で世にまた行きたくなったらこの子は行くでしょうけども、今は楽しい、いろんな人がお寺に来てくれて、だから今座敷わらしといいますか、お寺にずっと一緒に暮らしてるわけです。でこれはね私たち生きてる人間もそうで、他人の思いってなかなかわからないんですよね。例えば大金持ちの方がおられたら、もうお金持ってるっていうだけでこの人はきっと幸福だろう思いがちですけれども、何億持ってる社長さんでも私のお寺に相談に来られます。人生今こういうことで苦しいんですね。で逆にお金が全くないけれども毎日楽しいですっていう方もおられます。で私たちはなんとなく他人と比べてね、あの人はこうだろう、この人はこうだろうと思いがちですけれども、実はそれもこの女の子と一緒で、
あの女の子は成仏してないんだろうって思い込んでしまいますけれども、決してそうではないと思うんですね。もしこれをご覧の皆さんの中でね、この子に会ってみたいなという方は是非蓮久寺までお参りに来ていただけたらなというふうに思います。ということで本日の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。